フリーCADでボディをコピーするプログラムを作りましたので、紹介します。パートデザインでボディを一つ作っておきます。これをコピーしていきます。このボディを選択した状態で、プログラムを実行します。マクロリストよりプログラムを選択し、実行をクリックします。すると、パラメータ入力画面が表示されます。最初は X 方向のコピー数です。例えば3を入力します。次は X 方向の間隔です。こちらは規定値のまま 10mm とします。同じように、Y 軸方向も個数と間隔を入力していきます。そして Z 軸方向も個数と間隔を入力します。すると、このようにコピーが開始されました。最後の一つは少し時間がかかります。これで終了です。それでは、プログラムを見ていきましょう。こちらのプログラムは見やすいように、Google コラボのエディターに貼った状態で説明します。このプログラムを実行すると、最初に、75、76行目が実行されコピー、アクティブボディグリッド、3D の関数を呼び出します。プログラムの最初では、必要なモジュールを取り込みます。フリーCAD、フリーCAD GUI、PY サイドをインポートします。コピーアクティブボディグリッド 3D、関数の最初で、アクティブドキュメントを変数読に取得します。もし読がなければ、エラーメッセージを8行目で表示しプログラムを終了します。次は、ユーザーが選択したオブジェクトの情報と位置を取得します。現在、選ばれているオブジェクトの最初の要素をオリジナルボディとして取得し、その位置をプレイスメントコピーで、オリジナルプレイスメントに取得します。こちらの getInput 関数は、入力ダイアログを表示して、コピー数やコピー間隔を取得するための役割を持っています。こちらのトライの後に、X 方向のコピー数として num_X、X 方向の間隔としてスペーシング X、Y 方向のコピー数として num_Y、間隔をスペーシング Y。同様に、Z 軸の数を num_Z、間隔をスペーシング Z として getInput 関数で取得します。次は for ループを使用して X 軸、Y 軸 Z 軸上にコピーを行うプログラムです。最初にコピー数をコピードカウントとして0で初期化します。そして、I に X 方向のコピー数 num_X、J に Y 方向のコピー数 num_Y、K に Z 軸方向のコピー数 num_Z より値を取得しループを回します。次に、新しいボディとしてオリジナルボディの名前にコピー、I、J、K と名前を付加し、それを変数ニューボディに格納します。また、ニューボディラベルにもこの名前を代入します。次はオリジナルボディのグループの中の数だけフューチャーを複製します。for ループの中では、取り出されたフューチャーをコピーして変数コピエに格納します。そしてコピエに値が取得できれば58行目でニューボディに、そのオブジェクトを add オブジェクトで追加します。次は、コピーされたフューチャーの位置調整です。変数オフセットにベクター関数を使用して、X 軸 Y 軸 Z 軸のオフセット値を取得します。オフセット値は、X 軸は I× スペーシング X。Y 軸は J× スペーシング Y。Z 軸は K× スペーシング Z となります。次にオリジナルプレイスメントの位置情報をニュープレイスメントに取得します。次に、64行目でオリジナルのボディの起点、1、2、計算されたグリッド上のオフセット値を加算した結果を、新しいボディの起点、1として設定します。そして65行目で、その位置情報をニューボディの位置情報として格納します。そしてループの終わりで、コピードカウントに1を加算します。これでコピーされた回数を記録します。
ループがすべて終了すると69行目でリコンピュートで画面を再計算します。そして次の行でフィットオールを使用し、すべてのオブジェクトが画面内に収まるようにします。それではもう一度、実行してみましょう。